愛すべきおバカキャラはいますよね。これは良くないと思ってるんで、どうしたらその人が活かせるかっていうのは、僕は意外と置いとくべきだと思うんですよ。組織で言うと262みたいな法則があって。こんにちは、モンジです。このチャンネルでは今の時代に通用する組織づくり、人材育成術など様々な話をしています。今日は何の話をしますか？一つ気になっていることがあって、最近僕のチームの中であんまりパフォーマンスが良くない社員がいるんですよね。ぶっちゃけちょっと無能だなって思っててもう切っちゃおうかなと思ってるんですよ、その社員を。なんですけど、ちょっとその前に森社長の方にちょっとアドバイスっていうか相談したくて今日来させていただいたんですけど、どうするべきですかね、そういう社員。基本的な考え方としては、すぐこいつダメだから首切ろうぜみたいな話はあんま良くないと思っているので、どうしたらその人が活かせるかっていうのは一番考えるべきだなと思いますよね。チームの話って定量的なことと定性的なことがあると思っています。定量的ってどういうことを言ってるかというと、一般的にはこっちばっかり考えられるんですけど、能力ですよね。だから本当に初級のチームだと、なんかリーダーとかはですね、とにかく優秀な人を集めようとするんですよ。いつも例に言うけど、サッカーでも野球でも何でもいいですけど、すごいピッチャーが1人いたとして、そのエースを9人揃えても、絶対試合勝てないんですよ。だって打てないから。ピッチャーとしてはすごいけど、守備もキャッチャーできないし、バッティングも打てないし、点取れないと勝てないじゃないですか。でも意外と会社でこういうことばっかりやってる人もいて、スタープレイヤーばっか揃えたって、そんなに強くないんですよね。だから、それをもう一個分解すると、ちゃんと役割があるじゃないですか。サッカーで言えば、ゴールキーパー、ディフェンダー、ミッドフィルダー、フォワードみたいな役割で、会社でも、そのチームの中でもですよ、定量的に役割っていうのができていて、やってると思うんですよね。で、これはこれで今回の話は置いといて、定性的なっていうのは、やっぱチームの雰囲気とか、目に見えないムードみたいなことをですね、結構それも役割があって担ってたりするんですよね。なので、どういう風な空気でチームがあることがうまくみんなが仕事を能動的にできるかみたいなので、結構重要な人っているんですよ。意外とそうですね、こんなのって怒られるかもしれないですけど、僕は意外とできない人とバカな人は置いとくべきだと思うんですよ。もちろんできない人が10人揃ったらダメですよ。ダメです。困ります。でも一定あんまりできない人は一部いないといけない時あるんですよ。なんでですか？一つは、ダメな人を辞めさせたとしてもまたダメな人出ます、絶対に。組織でいうと262みたいな法則があって、これ本当そうだなと思うんですけど、やっぱできる人2割、下のやっぱあまり成果が出ない2割と、真ん中の6割みたいな構図にやっぱなるんですよ。大体誰を揃えたってその中でできない人って言ってるからあるじゃないですか。でできない人がいることによる他のメンバーが安心感を持ったり、あとできないからゆえに教えてあげなきゃいけないとかサポートする人がいたり、できない人も自分ができないから申し訳ないなと思ってできることをやろうと思ってる、なんかこう他人のためにどうしようかなみたいな、なんかやりますとかって、できないけどすごいいいやつだみたいなやつもいるわけですよ。こういうのが全部バランスがあって、チームの空気って結構醸成されてするんで、このできないやつがいなくなっちゃうと、なんかもうギスギスする雰囲気になっちゃうこともあるわけですよね。なんかこれ言葉で表現するの難しいんですけど、定性的な空気、チームが良い成果を出すためにどういう雰囲気を作るかっていう時には、意外とできない人がいることが重要だったりもしますと。あとだからそういう面で言うとバカキャラもそうなんですよ。ムードメーカー的な。そう。だからよく漫画とかね、ドラマとかよく見ているんですよ。よくわかんないけどとりあえずポジティブなやつみたいな。バカじゃないのと思うんだけど、いいキャラがいるんですよ。主人公であることも結構多いですけどね。確かに。やっぱね、それを言い方変えると、愛すべきおバカキャラは必要なんですよ。いや、でも確かにそうかもしれないですね。だから、最近の僕の頭の中で言うと、キングダムが好きなんで、オギコは必要なわけですよ。オギコ。あいついいんですよ。ドンピシャですね。あいついいんですよ。ああいうキャラは必要なんですよ。マジで。でもそれこそ孫悟空とかね。そうですね。あられちゃんとかもそうですね。言っちゃえばそういう愛すべきおバカキャラですもんね。クレヨンしんちゃんとかもそうですけど、愛すべきおバカキャラは必要なんです。
だからただ無能だから成果が出てないからっていうんでうかつに考えてスパッといくと、その人がいなくなっちゃうと誰かが次一番できないやつになっちゃうんで、そうなった時にどうなるかもやっぱ考えなきゃいけないんですよね。アップルさんでもいらっしゃいますか、そういう立ち位置というか。まああんまり言えないけど俺も、でも愛すべきおバカキャラはいますよね。これは重宝してますよ、僕的には。はい、でもそんなになんだろうな、なんか天性の才というか、そういう人って、いい意味でも悪い意味でもこう周りの目を気にせず、素直に生きてるじゃないですか。そういう、まあ、人間力ってところですかね。そういう意味で。まあちょっと人間力とは違いますけど、まあでも少なからず素直だとか真面目だとか、ポジティブだとかっていうところはまあプラス要素ですよね。まあ素直真面目はね割と誠実的な感じですけど、まあ、人間力というよりかは、まあムードメーカーでもないかもしれないですけど、まあ、バランス取るのやっぱり必要ですよね。いやでもそうだな。僕の前の会社とかその前の会社とか想像してたらやっぱいました。確かにそういう愛されるおバカキャラは、少なからずやっぱいましたね。そうですね。なのでまあさっき言ったその定量的にその能力とか結果だけを見て、ダメだいいとかって、まあ、もちろんそれはねありますけど、でもこうチームで考えた時にチームとしてのこの成果をもたらしている要因として形成的要因も若干あるんですよね。だからそこもちゃんと見落としてしまうと、たまにあれっていう時もありますし、あれっていうなんか感じで下がっていく時もありますし、形成的なところを見てやっぱいるべき人っていうのもたまにいるんで、確かに、あんまり早急にそうですね、能力だけで判断して、っていうのを僕も今もん社長のお話聞いてちょっともう一回考え直しています。ありがとうございました。それぞれやっぱり定量的要素と定性的要素と相まってやっぱチームって作られていくと思うんで、まあ目に簡単に見える成果とか、まあ能力とかもちろん重要なんですけど、それだけではなくてそのチームの中でどういう役割を持っていてとか、どういうまあ、ポジショニングをしているかとかっていうのはやっぱりちょっと考えて、そのまあ社員の価値というか重要性もやっぱりちゃんと考えていくことっていうのが重要だなと思います。まあ、愛すべきおバカキャラは重宝した方がいいと。僕はキングダムおぎこ推しですと。おぎこ推し。ありがとうございます。以上になります。このチャンネルでは組織づくり、人材育成術、またビジネスに役立ちそうな知識など様々な動画を配信していますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。そして、この動画にもいいねをつけていただけると大変嬉しいです。ありがとうございました。